テスラの株価が下落しています。中国やドイツでの販売減少、そしてイーロン・マスクさんの政治的発言が今、投資家の間で話題になっています。おはようございます。ケンです。今日もテスラを取り巻く状況には複数の動きがあります。株価、販売台数、そして政治発言。これらがどのように関係しているのか、投資家としてもオーナーとしても知っておくべき内容です。この動画では昨日起きた主要なニュースを取り上げながらどこに注目すべきかを分かりやすく解説していきます。専門用語なども噛み砕いて説明していきますので投資初心者の方でも安心してご覧いただけます。では本日の内容ですけれども、まずはテスラの販売動向についてお伝えします。昨日中国とドイツという2つの主要市場で販売の落ち込みが報じられました。中国ではテスラの現地生産モデルであるモデル3とモデル Y の5月の販売台数が合計で 61,662 台となり、前年同月と比べて約 15% の減少となりました。これは価格競争の激化や新モデル投入の遅れが背景にあると見られています。一方でドイツではさらに厳しい数字が出ています。5月のテスラの新車登録台数は1210台で前年同月から 36.2% も減少しました。ただしここで注目したいのは全体の EV 市場は成長しているという点です。例えばドイツのバッテリー EV の新規登録は前年同月比で約 45% も増えました。この中でテスラがシェアを落としているという事実は単なる景気の問題ではなく、他のメーカーとの競争激化やブランドイメージの影響も含まれている可能性があります。加えて報道では、イーロン・マスクさんの政治的な発言や行動が特に欧州でのテスラのブランド価値に影響しているのではないかという見方も紹介されています。販売台数は業績や株価に直接影響を与える重要な指標です。今後も各国ごとの市場動向を注視する必要があります。はい。では今は中国や欧州で販売が減少するという内容でしたけれども、その一方でオーストラリアではテスラの販売が大きく回復しました。中でもモデル Y が驚異的な数字を記録しています。2025年5月のテスラの販売台数は合計で3897台。そのうちモデル Y が占めたのは3580台で過去3年で最も好調な月となりました。特に注目すべきなのは前年同月と比べて 122.5% もの増加となっている点です。わずか1年で倍以上の伸びを記録したというのは非常に力強い回復と言えます。その背景にはモデル Y の新型モデルが投入されたこと、そして中国からの出荷体制が安定し生産ラインが切り替わったことがあると伝えられています。これにより納車が一気に進み、オーストラリア国内のテスラファンにとっては待望の状況となったわけです。地域によっては納車センターで1日70台以上が引き渡される日もあったとのことで、現地での盛り上がりが伝わってきます。また、ザ・ドライブンというメディアによりますと、4月の時点でモデル Y の市場予約が過去最多を記録していたということも、今回の販売増につながったとされています。このようにテスラは国や地域によって非常に異なる動きを見せています。オーストラリアのようにポジティブな結果が出ている市場もあることは株主やオーナーにとっても安心材料の一つかもしれません。では次は株価の動きとテクニカル分析から今の相場環境を見ていきたいと思います。本日ですがテスラ株は一時 4% 近く下落し330ドルを割って329ドル84セントまで下落しました。現在この資料を作っている段階では333ドルとなっております。この下落の背景には中国やドイツでの販売不振、そしてイーロン・マスクさんの政治的発言が影響していると見られています。特に販売減少のニュースは市場にとってネガティブな材料となりました。一方でテスラの株価は5月に入ってから 20% 以上も上昇していて、今回の下落はその反動とも考えられます。ロボタクシー発表への期待が買い材料となっていた中で調整局面に入った可能性もあります。
ここでテクニカル分析の観点から現在の株価水準を整理しておきましょう。参考資料としてストックインベスト .us などの分析を紹介します。参考資料としてストックインベストの分析を紹介します。このメディアによると重要なレジスタンス、つまり上値の壁となっている水準は351ドル39セントから352ドル60セントのあたりです。この水準を週末までに終値で超えることができなければ短期的には下落トレンドに転じる可能性があると言われています。一方でサポートライン、つまり下値の目安となってくるのが345ドル56セントです。ここを割り込むと弱気のシグナルが点灯し、最悪の場合は277ドル53セントまで下落するリスクがあるとも指摘されています。もちろんこれはあくまでテクニカル上の見方であり、確定的なものではありません。ですが株価の上下に関してどこが重要なポイントなのか、これを知っておくことは投資判断においても非常に役立つのではないでしょうか。では次に今回の株価に影響を与えたもう一つの大きな要因、イーロン・マスクさんの発言について見ていきましょう。今回イーロン・マスクさんはトランプ大統領が推進する大型税制歳出法案、通称ビッグビューティフルビル、これを自身の SNS で強く批判しました。イーロン・マスクさんはこの法案を嫌悪すべき怪物、そして恥ずべきものとまで表現し、非常に強い言葉で非難しています。イーロン・マスクさんの主張によると、この法案は巨額の財政赤字をさらに悪化させ、アメリカの国民に持続不可能な債務を背負わせるものだということです。これまでイーロン・マスクさんはトランプさんと比較的良好な関係を築いてきたと見られていました。トランプ政権下では政府公立化省通称同時の責任者を務めていた経緯もあります。しかし先週その職を退任し、今回の発言はこれまでの関係に一線を画す形となりました。この発言は政界にも波紋を広げていて、民主党のハキーム・ジェフリーズさんや独立系のバーニー・サンダースさんなどもイーロン・マスクさんの意見に賛同を表明しています。一方、ホワイトハウス側は大統領はイーロン・マスクさんの立場を理解していますが、法案の方針は変わらないとコメントしています。こうした政治的な発言は企業のブランドイメージや株価に間接的な影響を与えることがあります。特にイーロン・マスクさんのように個人の発言が会社の価値に直結するケースでは投資家としても注視せざるを得ません。政治とビジネスの関係が複雑化する中で今後もイーロン・マスクさんの動向には引き続き注意が必要です。はい。では最後に今後の注目ポイントを見ていきましょう。最も大きなイベントとして期待されているのが6月12日に予定されているテスラのロボタクシーイベントです。そして市場ではその期待が株価に織り込まれています。そのため市場の期待が大きい分、実際の内容次第では株価が大きく動く可能性もあります。また先ほどお伝えしたように現在の株価は重要なテクニカルな分岐点にあります。発表がポジティブサプライズとなれば再び上昇トレンドに乗れるかもしれませんし、逆に失望感が出れば大きく下げるリスクもあります。投資家の皆さんにとってはこのロボタクシーイベントをどう評価するのか、今後の売買判断に大きな影響を与えることになると思います。それでは最後に今回のニュースをまとめていきます。まず中国やドイツといった主要市場での販売が減少し、特にドイツでは前年比 36% を超える落ち込みが報じられました。一方でオーストラリアではモデル Y の販売が大きく回復し、地域ごとの差がはっきりと現れています。株価についてはこれらの販売動向やイーロン・マスクさんの政治的発言などが影響し、一時は 4% 近く下落しました。今後はテクニカルな節目である345ドルや352ドルを超えられるかどうかが注目されています。さらに6月12日に予定されているロボタクシーの発表は今後の株価や事業戦略を占う上で重要なイベントとなります。発表内容によってはテスラの未来が大きく動くきっかけになるかもしれません。皆さんは今回のニュースどう感じられましたか？
販売の地域差やイーロン・マスクさんの発言、株価の動きなど注目したポイントがあれば、ぜひコメントで教えていただければと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。僕自身 LINE のオープンチャットを使ってテスラオーナーの方、テスラ株投資をされている方たちとテスラ情報を交換できるコミュニティを作っています。もしテスラに関していろいろと情報交換したいと思われている方はぜひ来られてみてください。一緒にテスラ情報を交換していきましょう。参加費用も無料です。参加方法ですが概要欄に僕のサービスの一覧のリンクがあります。そこにアクセスしてもらい、オープンチャットへの参加から参加されてみてください。オープンチャットは名前もアイコンも変えれて匿名性も高いと思いますので、気軽に参加の方よろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。